どうも右耳スリープタイトギターの良平です。今回はですね、なんと、視聴者の皆さんからの、質問に答えようという企画でですね、最初はいろいろ文字で受けた質問を僕が答えていこうと思ったんですけれども、まさかのヘアメイクのミキさんが今回はお願いします。質問を読んでくださるということで、ミキさんに読んでいただいて、よろしくお願いします。僕がその、皆さんからの質問に答えていこうかなと思ってます。早速じゃあ読んでみましょう。お願いします。バンドマンってモテるんですか？ほうやっぱこれ気になりますよね。僕からしても気になります。いやヘアメイクさんからしてですか？これ多分異業種の人ってみんなそうだと思うんですけれども、めちゃくちゃ気になると思うんですけど、バンドマンはね、モテます。モテるんでみんなバンドマンになってください。むしろそうなんですよ。ちょうどね、最近僕ニュースでね、見てちょっとびっくりしたんですけれども、最近ね、ギターとかがね流行ってないそうなんですよ。流行ってない？そうなんですよ。やっぱバンドをやるって人がすごい減ってるらしくて、今実際ね、それ以外にもいろいろ音楽でもいろんな種類も出てきましたし、趣味もね、趣味っていうかこうなんですかね、エンタメも音楽だけじゃなくていろいろあるじゃないですか。そういう時代に、このバンドマン冬の時代、そうバンドマンモテるんだぞと、モテるから君もなろうと。なるほどな。なのでぜひぜひね、まずはもう本当に文化祭とかでもいいんでね、チャレンジしてみてください。じゃあ次の質問いきましょうか。バンドマンをしていなかったら、何をしていましたか？もしくは何になりたかったですか？これ何をしていたんだろうな。これ僕全然想像つかないんですよね。逆にミキさんも例えば、じゃあヘアメイクじゃなかったらって何かありますか？ヘアメイクじゃなかったら多分お洋服屋さんになってますね、僕は。でも確かにそっか、全然ね、今回のこのメイクの前の打ち合わせとかでも、もうすごい洋服とかも詳しかったので、好きなんですね。そういうの好きだったってことは、でも僕もそれで言うと、僕ちょっと絵心とかそういうのがないんで、デザインとかが無理なんで、なんかそう洋服じゃないな。でもなんか僕も洋服とかすごい好きなんですね。洋服屋さん、じゃあちょっと一緒にやりましょう。やりましょうか。もしやってなかったとしたらその時にはやってたということで、で子供の時何になりたかったとかね、そういうので言うと、僕は今でも家に帰ると残ってるんですけど、なんか幼稚園の時に将来なりたい夢みたいなのってなんかクラスのねであるじゃないですか。なんか卒園のなんかやつとかで、それ見たらびっくりすることに野球選手って書いてあったんですよ。野球の経験はゼロです。そうなんで僕は野球選手って書いたんだろうなと思ってなんでですかね。今でもね謎です。運動神経自体はどうなんですか？僕ね、しかも驚くことで運動神経もゼロなんですよ。子供の時にすごい水泳とか体操とか通わされてて、一応一通りなんとなく最低限やるんですけど、それなのに運動神経がないんですね。しかも野球選手になりたかった。だからもうちょっといろいろ謎が謎を呼ぶっていう謎はありますね。じゃああとはギター以外で演奏できる楽器はありますか？ギター以外だと僕は曲作る時が鍵盤で作るのでピアノですね。そうなんですね。むしろ、例えばそうですね、100曲があるとしたら多分ギターから作った曲って10曲ぐらいしかなくて、残りの90曲はピアノから作ってます。そうなんです。ピアノでこう人前で演奏したりとかっていうのはあるんですか？それもあります。それこそこの今お借りしているベイビーさんのお茶会とかで、ピアノ弾いたりもしました。そうなんですね。2020年、東京オリンピックで出るならどの競技で出たいですか？これ運動神経ない人に聞きますか？でも夏ですよね、これね。東京オリンピックはね。野球って今あるんですっけ？野球あるのかな。あったら野球です。あったら野球ですね。なかったらソフトボールですかね。下から投げる。ちなみにどっちもやったことない。やったことない。ソフトボールは体育の授業でね、高校の時にちょっとやりましたけども、本当全部でトータル3時間ぐらいの。でも見るのは好きなんですよ、野球は。観戦が好きなんですね。そうですね。完全に東京オリンピックも観戦側になりそうですね。出たいからの。どんなタイプの男の子、女の子好きですか？どんなタイプって難しいですよね。そうです。でも女の子で言うと、昔からなんか変わらないんですけど、結構芯があるタイプというか、ちょっと気が強いぐらいの子が、好きですね。で、男の子で言うと、それこそメンバーとか友達でもそうなんですけれども、なんかやっぱり
輝くものをこう自分から別に今の時点で持ってなくても、自分から探してる人というか、なんかそういう人と一緒にいると自分もなんか曲書くぞとか、そうそうエネルギーもらえますよね。そういうのありますよね。ありますね。やっぱり夢を追いかけてる子っていうのは魅力的になりますよね、男女問わず。そうなんですよ、それは絶対ありますね。ありますね。逆にじゃあミキさんはどんなタイプの女の子、男の子が好きとかってあります？どうすかね。なんかやっぱりさっきも言ったっすけど、何か追いかけてる子とか、夢の持って芯がある女の子っていうのはやっぱ魅力的ですよね。男の子っていうとあれですけど、なんでしょうね、自分とやっぱり趣味が近いとか、そういうのも刺激的ですし、逆に全然自分と違う人間とかも仲良くなりやすいんですよ。めちゃくちゃわかりますよそれ。なんか例えば異業種の違う職業の人とかとやっぱり友達になったりとかすることも多くて、そういう人とやっぱ相性がいいですね。なんかあれですよね、その全然知らない話を聞くのが楽しいっていうのもちょっとないですか。そうありますあります。あと自分たちの常識と違う常識があったりするから、楽しいですよ。それはめちゃくちゃわかるな。もうちょっと具体的に例えばファッションとかでもあります？こういう女の子のこういう感じのファッションの子とかで好きなのは、自分と近いファッションだとやっぱ好きですね。でもそれちょっとわかるな。逆に言うと、女の子に着てほしい服を自分で着てる説ありますね。でもなんかそれちょっとわかるかもな、女の子もでもそういうタイプの子多いんじゃないですかね。結構それこそ影響されるとか、好きな人のファッションとかに、それはありますよね絶対。では女型というものを始めたきっかけっていうのは？僕はもともともう本当に前からビジュアル系バンドやってるんですけれども、一番最初始めた時って別に男の格好っていうのもおかしいんですけど、いわゆる普通の中性的なビジュアル系だったんですね。長ズボンを履いて白シャツ着てみたいな。で、その時に最初に始めたバンドの3回目のライブの時にヘアメイクさんにこういう顔立ちだからこういう格好してみたらって提案されて、ちょっとストリートっぽいファッションの女の子の格好をしたら、そこから動員がガッと上がりましてリアルな話で、そこからこれってなんか自分に合ってるんだなと思って、で生かしていこうって思ったのがきっかけですね。そうなんですか。女の子に極端な話、女の子になったら最初に何をしますか？確かにこれね、僕ちょうど最近映画とかでも君の名はってね流行ったじゃないですか。ちょっと前に入れ替わってる。そう女の子になったら最初に何をするんだろうって映画を見ながら思っていて、でももう実際もし朝起きて女の子になったら多分発狂しますよね。想像すると結構厳しいものがありますね。結構厳しい。だって、ね、いろいろがもう変わってるわけで状況が、何もかもが、最初に何するんだろうな。でもこれも本当中学生みたいで恥ずかしいんですけど銭湯に行ってみたいなってありますよね正直。もう横島な気持ちでもうレベルはもう低すぎるんですけどでもこれは多分見ている男の人がどれだけこの動画を今見てるか分かんないんですけど、同じことを思うと思います。逆に女の子が男の子になったら何をするかってめっちゃ気になります。何するんですかね。これを逆に僕はこの見てるみんなに問いたい。そうですね。銭湯に行くはないんじゃないかな。銭湯行かなそうっすねもう VK バンドはやらないんですかという質問が。これよく聞かれるんですけど、僕別に去年1個ビジュアル系バンドが長くやってたバンドが、解散しちゃったんですけれども、ビジュアル系が やめたくて解散したというわけではなくて、もう本当によく俗に言う音楽性の違いじゃないですけれども、音楽でこうやりたいああやりたいっていうのが、長くやってくるとやっぱりだんだんずれてくるじゃないですか。でそういう熱とかの違いで別れただけなので、全然またなんかそれこそさっきのね、どんなタイプの男の子が好きですかじゃないですけど、こいつのなんか才能はなんかすげえぞとか熱意はハマるぞとか、なんかそういうのがあったらまたぜひやりたいと思ってます。別にだからそうですね、今はたまたまそういう人と出会ってないけど、これから出会うかもしれない。楽しみですね。楽しみにしててください。ソロとかはやったりされるんですか？そうですね、今のところはやっぱりバンドやるのが楽しくて、例えば楽曲を書いたり自分でギター弾いて歌ったりっていうのも今のバンドでやれているので、なんかそこに関してはめちゃくちゃそれを自分のソロ名義でのなんか作品を生み出したいっていうのは今のところはないですかね。そうなんです。ただ曲とかはもう常に書き溜めてあって、だから作品の何ですか、元のデータ自体はあるというか。
例えばそういう曲とか歌詞っていうのは、はい、どういう時に思いついたりしますか？いやこれがね結構いろんな人いると思うんですよ、はい、で僕もたまにあるのはそれこそ散歩してたりなんかジムで走ってたりとか、はい、なんか結構無心になってる時に突然ひらめくことってのもあるんですけど、でももうそれこそもう本当にそんなのって100曲あったら1曲ぐらいの話で、残り99曲は夜中の2時ぐらいに、はい、よし書くぞってもうスイッチを入れてそうですやるぞと。なぜか昼にあんま書けないんですよねはい、2時スタートで朝の6時7時ぐらいに終わるって感じですね。1回なんか夜のがクリエイティビティ上がる説ありますよね。ありますよね。それこそねメイクのアイディアであったりとか。そうですね、なんか夜考えたりしますね。なんででしょうね。なんでですかね。なんか変なスイッチ入りますよね。入ります、体にはだって絶対良くないはずなんですよね。夜は寝たいはずなんですよね。人間の体にとっては、何なんでしょうね。不思議ですね。はい、じゃあこれ最後の質問なんですけど、どんなファッションが好きですか？ファッションね、僕最近は本当にストリートファッションが好きで、だから本当に今ミキさんが着てらっしゃるような私服の感じとかもすごい好きなんですよ。でストリートファッションって言ってもいろいろな方向性も今って多岐にわたるじゃないですか。最近自分のバンドで狙ってるストリートファッションっていうのは、90年代初頭ぐらいの、今見ると今ってほらおしゃれもダサいけど可愛いとか、ダサいけどかっこいいってあるじゃないですか。それじゃなくてもうちょっと純粋に今の時代の目から見ても、純粋にダサいぞぐらいのところを狙っててなんかわかります言いたいこと。ちょっとダサカワとかダサいけど一周回っておしゃれじゃなくて、まだ一周回ってないぞみたいな、もうすぐ来るぞ的なやつぐらいのところが最近好きで、だからなんかそこら辺はすごい意識してますね。音楽でいうとユーロビートとか、なんかまだ一周回りきってないじゃないですか。まだ帰ってきてない。シティポップぐらいじゃないですか今流行ってるのは。確かに。なんでなんかそういうところはなんか今自分の気持ちにすごいハマってるというか、はい、だから自然と作る音楽やファッションもそっちになってますね。はい、ありがとうございます。というわけでじゃあ結構いろいろ質問読みましたね。はい、そうですね。僕も今まで受けたことのない質問もあったんですごい面白かったです。はい。いろいろあるんですねやっぱみんな。やっぱりそうですね。でもこういう企画またやりたいので、その時はぜひ無理やりミキさんも呼んできてはい、ぜひお願いします。はい。僕のやっていた、メガマスというバンドの、ファイナルライブの DVD がなんとリリースが決定しました。詳しくはですねメガマソ .jp、アクセスして、ぜひぜひチェックしてください僕も、インスタグラム、ツイッター、アメーバブログと、いろいろなメディアで、いろいろな発信をしているのでぜひそちらもチェックしてください。はい、ついでに僕のツイッターや SNS やってますのでぜひチェックしてください。というわけでですね、はい、こちらねかわいいパティーンには、はい、本当にこのチャンネル自体にですねめちゃくちゃいろいろな、はい、メイク動画、かわいいもかっこいいもね、いろいろ詰まった動画がアップされています。はい、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。というわけでバイバーイ。